滅の刃がなぜうまくいったのか、世界でっていくと、文化が大正時代なんですよ。その普通の人だったら戦国時代、もしくは昭和、選んじゃうよねっていうところを、あえて大正っていうすごく狭い不思議なところを選ぶ、ある種の変態だった結果、誰も作ってない作品というのを作られるんですよ。だからその東大に受かった人が才能があるかどうかっていうとそうでもなかったりするので、誰に才能があるか分かんないから、とりあえずやりたいことやってみたらっていうので、今 AI に仕事が取れると税金日本もごたごたですが、子供が大人になる頃には AI に家族菜園をさせて野菜、培養肉でタンパク質を取れると少し当たらなくても良い明るい未来を望んでいます。よろしさと思いますか？無理です。まずAI の会社が AI のコストが高いし、あと培養肉が作れたとしても、培養肉の会社の売価は牛肉よりちょっと安い、もしくはちょっと高いという値段で売るので、肉が安くなることはないです。今その株主がいて、利益を求めて、ベンチャーカピタルみたいな投資をしているので、なんで培養肉ができたときに、その牛肉よりも培養肉の方がイメージが悪いのであれば、牛肉よりも安いという売り方をして、多少安い肉として売るし、もしくはそのビーガン的な人とかの、牛が死ぬがかわいそうだよねってなるのであれば、牛肉よりもちょっと高い値段で売るっていう形で売価を設定するので、なので、貧乏な人が培養肉で肉を食えるようになるよねっていう願望は成立しないです。で、AI ができると人間は働かなくてよくなるから、働かないで食えるようになるし、お金ももらえるんだってなるんですけど、今 AI の会社っていうのが、もともとチャット GPT って、オープン AI っていう、NPO だったんですよ。今その AI というのが人類社会でどこかの会社が独占するのは良くないよねっていう形で、イーロン・マスクがお金を出して NPO という形で作ったんですけど、NPO のオープン AI という形でありながら、利益が上がる部門に関してはお金を受け取るという形でマイクロソフトからお金をもらって、結果としてオープン AI という名前でありながらオープンソースになってないんですよ。オープンという名前なんですけど、クローズドなんですよ。なので、じゃあチャット GPT の4って今使うのって無料ですかって言うと有料なんですよ。なので、チャット GPT-4 が、じゃあこのまま世界で使われるようになりますってなると、有料になって、で、じゃあ皆さんがいっぱい作るんだったら、どんどん値上げしますよ。なぜならマイクロソフトという営利企業が株主的なポジションにいるので、なので、利益を取るというのが成立するよね。で、そこのお金がないんだったらオープン AI 成立しないよねっていう形で、ずっとお金を取り続けるって形になるので、なので、その AI をアメリカの会社がうまくやったからといって、日本人がただで使えるかというとそうではなくて、ずっとお金を払い続けるという構造になるので、残念ながらいろんな科学技術が進歩しても、培養肉ができても、その AI が世界中で普及するようになったとしても、貧乏な人がそれに対してお金を払わなければいけなくて、無料で何かを手に入れられるっていうのはなかなか厳しいんじゃないかなと思います。なので、その無料サービスっていうのが、なかなか続かない時代になると思うんですよね。例えばGoogle が Google フォトっていうのを無料でやって、写真を兄弟でよってなってるんですけど、昔はそうだったんですけど、今一定以上だったらお金を払ってくださいっていうので、iPhone とかもクラウドだったら一定以上お金を払ってくださいとか、Gmail ももともと無限に使い回してたんですけど、今は一定以上お金を払ってくださいっていう形になってるので、なのでプロモーションとして無料の時代っていうのが、令和の初期の頃はあったけど、多分令和10年とか令和20年とかっていうのは、結果としてそのコンピューターシステムに関してもずっとお金を払わなきゃいけないので、貧乏な人っていうのは負担が多くて大変なものだよねっていう、至極当たり前の資本主義というのは、ずっと今後も続くんじゃないかなと思います。なので、なかなか大変な時代というのはずっと続くんじゃないかなと思います。なので、フリートゥープレイの、プレイは無料だけど、頑張る、アバターだったらお金を払うよね、みたいな、クラロワみたいなゲームを僕やってますけど、無料のコンテンツ、ただ、無料のコンテンツ自体はめちゃくちゃ多いので、なので、別にネットフリックス使わなかったとしても、無料のコンテンツって探せば結構見つかるので、なので、ダウンロードする違法コンテンツは日本の警察に捕まるんですけど、僕が知る限り、ストリーミング系で捕まった人って見たことないんですよ。で、日本の映画とかって、日本の映画少ないか、ハリウッド映画とかって、英語で検索すると結構見つからないんですけど、他の言語で、例えばフランス語とかで検索すると、結構ハリウッド映画ってすぐ見つかったりするので、で、ストリーミングで見る分には、僕が知る限り捕まる必要はないので、
なので、無料コンテンツで映画を見るは結構他の言語を使うと容易だったりしますと。で、あとエピックっていうゲームのシステムを作ってる会社が、毎週金曜日に無料でゲーム配ってるんですよね。で、無料のゲームなんて大したことないだろうと思ってるんですけど、バイオハザードの英語版とか無料で配ってたりとかっていうのもするので、なので、割と無料でいろんなゲームとか映画っていうのが、合法、違法含めていろいろ見れるようになるので、外国語が使えて、それなりにいろいろ検索する能力がある人っていうのは、そんなにお金を使わなくても生活ができるような状況になりつつあるので、ニートとか、コロンビアおじさんとか、コロンビアおじさんとか、そこら辺で収入がない人でも、ネットさえつながれば幸せに暮らすっていうのは、割とやりづらい時代になってきてるんじゃないかなと思うので、なので、いろいろお金を使って幸せになろうという人はなかなか厳しいと思うんですけど、先進国の中で安全の中で無理してお金を使わないで無料のコンテンツで幸せに過ごすっていうポジションがちゃんと取れる人っていうのは結構今後は安定して幸せになるんじゃないかなと思うので、なので長期的には僕は先進国の人たちっていうのの幸せな人の割合っていうのは増えるんじゃないかなと思ってるんですよね。児童養護施設のデジタル戦争。結局児童養護施設にいる人というのが優秀な人も結構いたりするので、なので、誰が優秀かわからないので、優秀な人がわからない以上は、その1億2000万人の中で、いろんな人にチャンスを与えて、そのチャンスでうまく当てた人がめちゃめちゃ儲けて納税してもらうっていう形の方が、長期的には構造として成立するんじゃないかなと思うんですけど、あの、中学生が金の卵って呼ばれた時代があるんですよ。だから戦後の時代で、その中学生だからめちゃめちゃ安く使えるっていうので、安い肉体労働をする人たちっていうのが金の卵だよねって言って、割と企業というか、工場が取り合う時代っていうのがあったんですけど、では誰でもいいから同じようなことをするやつがいっぱい欲しいよねっていう時代っていうのが、昭和の時代で、で、それの延長線っていうのが、じゃあ、誰でもできるような仕事っていうのを東南アジアとか中国とかに振り回すっていうので、その工場が東南アジアと中国に移ってしまって、結果として単純労働に関して、単純労働で使える工業製品とかっていうのは、すべて東南アジアとか中国に取られてしまうよねっていうので、先進国のその一般的な肉体労働者の収入というのが超減ってしまったよねっていうのが、令和の時代に起きたことで、そのせいでアメリカとかで結構白人の人たちが怒っていて、この状況良くないからトランプに投票しようぜみたいな感じになってるので、で、ここの流れというのは多分変わらないと思うんですよね。なので、この先に起こるというのは、大衆を安く使うのではなく、あの、たまたま生まれるような天才をいかに見つけて、その天才に大量に稼がせて、そこをみんなで分かち合うかっていうモデルになってくると思うんですよね。なので、鬼滅の刃の作者さんって、福岡に住んでて、人間関係のコミュニケーションがめちゃめちゃ苦手な人らしいんですよ。なので、ジャンプでの担当の人って会った人がほとんどいないらしくて、で、鬼滅の刃を完全に書き終えてしまって、その後作品作る気全くないらしいんですよね。で、ドラゴンボールの鳥山明さんだったりとか、ハンターハンターの、富樫さんとかって、いろんな作品書いてるんですよ。なので、じゃあ、悠々白書が終わったから、じゃあ、ハンターハンター書きますとか、ドラゴンボールが終わったから別の書きますみたいな、割と漫画制作力があるんですけど、そのコミュ力だいぶないらしいんですよね。鬼滅の刃の作者さんの人が。っていう感じで、コミュ力全然ないんですけど、ある種のそういう天才の人というのに、チャンスを与えて、で、結果として鬼滅の刃がフランスで文化的な形でお金が使われている中では一番お金が使われているみたいな年があったりするっていうところですげえ害が稼いでたりするので、なのでその1億2000万人の中からそういう天才をいかに見つけて、その天才にチャンスとステージを与えて、鬼滅の刃の作者の人にチャンスを与えるっていうのは集英社がやって、で、そこで世界を広げるっていうのをずっと集英社とか、ネットリックスでアニメ作ったりっていうので、周りがやったんですけど、そういうのは、国ベースである程度支援するっていう形で、
大量の人に同じことをさせるという目的ではなく、その1万人とか10万人に1人の天才だったり、賢い人というのにチャンスを与えるという構造で、めちゃめちゃ稼いでもらうっていう構造にした方が、多分長期的には成立すると思うんですよね。僕よくそのベーシックインカムをなぜその進行させようとするのかっていうので、そのベーシックインカムって月に7万円を日本人に対して毎月配るっていうので、それで生活不安をなくして、好きなことやって生活するっていう構造にした方がいいんじゃないのっていうのを言ってるんですけど、で、その成功例としてよく言ってるのが、JK ローリングさんっていうイギリスにいるおばさんがいるんですけど、もともとその、学校、歴史かなんかの教師で、契約社員で働いてたんですけど、シングルマザーで全然お金がなくて、イギリスでいう生活保護を受け始めたんですよ。で、その JK ローリングさんっていう人が小説を書いて、自分の子供たちに見せたいっていう小説を書いて、で、最初に持ってった出版社では、こんなもん本出せねえよって言われて、で、別の出版社に行って、ハリー・ポッターという名前で出版したんですよ。で、そのハリー・ポッターっていうのが、本でもめちゃめちゃ売れて、映画化もして、で、2019年かなんかに、JK ローリングさんだけで、円換算で、年間に120億円ぐらい儲けたんですよ。その映画化権だったりとか、世界中で本が売れたりみたいな。で、税率、イギリスの税率知らないですけど、50%ずると、60億円ぐらいが1年で国庫に入るんですよね。なので、そういう才能のある人に生活保護を与えて、で、生活保護なかったとしたら、多分本当にしょうもない仕事してたと思うんですよ。コンビニの店員みたいなね。でもその才能のある人が、その才能のあるシングルマザーの人が、コンビニの店員みたいなことするんじゃなくて、子供を育てながら小説を書くっていう。で、結果としてめちゃめちゃ儲かったよねっていう。なので、その才能のある人って誰が才能があるか分かんないんですよ。だからその東大に受かった人が才能があるかどうかっていうとそうでもなかったりするので、なのでその誰に才能があるか分かんないから、みんなその食い物にこだわるわけじゃない、その食い物とか、家賃とかに不安を感じるんじゃなくて、とりあえずやりたいことやってみたらっていうので、やりたいことをやってみた結果、めちゃめちゃうまくいく人っていうのが、10万人に1人いても全然いいんですよ。10万人に1人60億円納税してくれたら全然ペイできるんで。なので、そのワンチャンを当てるっていう、宝くじを当てるっていうのを1億2000万人の人口という中でやるっていうのが、むしろ効率いいんじゃないかなと思ってて、要はその、シンガポールってうまくいくねって言われてるんですけど、でもシンガポールって人口500万人しかいないんですよ。言うても宝くじ的な中で500万人の中から天才を見つけようっつっても500万分の1なんですよ。でも日本って1億2000万人いるので、シンガポールで行くと20倍以上なんですよ。なので、シンガポールで1人の天才がいるんだったら、日本って20人の天才が出るよねっていう。なので、その人口が多いっていうのと、文化圏の違いっていうのがあって、その鬼滅の刃がなぜうまくいったのか、世界でっていくと、文化が大正時代なんですよ。その江戸時代だったりとか戦国時代のものっていうのは小説とかアニメとかってそれなりにあるんですけど、大正時代をバックグラウンドしたものってあんまりなくて、なのでその海外の人が見ても面白い文化なんですよ。要はその侍という人がそこまで多いわけでもなくて、でも街というのも成立していて、なのでその銃的なものも出てくるから、文明としてはよくわからんよね。だからちょっとなんか不思議だよねっていう、そこの不思議な感覚っていうのを大正時代を選ぶっていう時点で、ちょっと頭おかしいんですよ。その大正って15年しかないんで少ないんですよ。で、だから武士出すんだったら戦国時代とか、むしろ300年続いた江戸時代とかのが、よっぽどその背景設定として書きやすいよねっていうのがあるんですけど、あえて大正を選ぶっていう、そこら辺のそのなんか頭のおかしいなこだわりっていうのが、結果としてうまくいったんですよ。要はその普通の人だったら戦国時代、もしくは昭和、選んじゃうよねっていうところを、あえて大正っていうすごく狭い不思議なところを選ぶ、ある種の変態だった結果、誰も作ってない作品というのを作られるんですよ。ルローニケンシンは明治ですね。そういう感じで、その、ある種の変態っていうのは、やっぱりちょっとその特殊な環境の中から出てくる、その限られた人なので、なのでその特殊な環境から出てくる限られた人っていうのにちゃんとお金を渡すっていう。
ゲームでいくと桜大戦っていうゲームがあるんですけど、あれもやっぱその昭和ノスタルジーなんですよね。昭和というか明治昭和ノスタルジー。だからそこら辺のそのちょっと変わった文化っていうのって、やっぱり面白いよねっていう、その大衆が思いつくものではないものをちゃんと思いつくっていう人に、いかにその空不安を与えず、創作、クリエイトの方にお金を使ってもらえるか、その生活と自分の能力を使ってもらえるかっていう方向に変えた方がいいんじゃないかなっていうので、ベーシックインカムした方がいいんじゃないかなっていうのを割とこう、ベーシックインカムを実現するにはどうしたらいいのか委員会っていうのは昔からずっとやってもう10年ぐらい経つんですけど、いまだに日本はベーシックインカムならないですね。はい。